はいどうも、ゆうちチャンネルです。今年2025年のレクサス NX 改良情報がちょっとね、SNS の方で上がってきたみたいですね。レクサス好きの方、NX ファンの方でしたら、もうすでにね、ご存知かもしれないんですが、一部の SNS 上で NX の改良が密かに行われるらしいという情報が上がってきまして、私もですね、その情報を知ってすぐにね、営業さんに確認取らせてもらいました。ですので、今回はね、密かに行われるであろうレクサス NX の一部改良内容を踏まえた上で、私なりに感じたことをラジオ動画形式でお届けしたいと思います。何分ですね、ちょっと緊急で動画にしてますので、映像映えしない単調な動画になってると思うんですが、お時間ある方ね、ぜひ最後までお耳をお貸しいただければなと思います。一応今回お話しする内容は営業さんの方に確認が取れた事実ベースの内容となっております。またですね、前置きとしまして、今回の改良はあくまでも一部改良と周知されてまして、年次改良という取り扱いにはなってないようですので、今回の一部変更があったからといって、今年の NX 年次改良は行わない、そういった意味合いではありませんので、くれぐれもね、そのあたり誤解のないようにお願いいたします。まず今回の NX 一部改良内容についてなんですが、結論ですね、めちゃくちゃ残念な改良内容となってるみたいです。一部ね、少しだけ朗報的な内容にもあるにはあるんですけど、はっきり言ってですね、現状の NX と装備内容とかは何ら変わらないんだなと、そういった感じを受けました。ということで、今回ね、変更となった点は大きく分けて3つあります。1つ目、ホイールのセンターオーナメントが 2.5D 化されるということです。ちょっとね、私もね、これ聞いた時は意味がわかんなかったんですけど、おそらくレクサスのホイールのマークありますよね。そのマーク自体が少しね、立体的な造形に変わるっていうことなんじゃないかってね、営業さんの方から聞きました。2つ目、工具類の非搭載化となります。3つ目、既存のボディカラーの一部廃止と新色の追加。以上3点が現状分かっている変更内容となってます。ちなみになんですが、現在のモデルが注文できるのは5月13日までとなっているみたいで、変更後の車両生産開始日は7月22日からとなっているみたいです。個人的には1つ目と2つ目の変更点に関してはもう本当にね、全く気にならない変更点だなと感じましたので、ここでは3つ目の変更点ですね。ボディカラーの廃止と追加になったボディカラーに関して、その点だけ詳細お伝えしたいと思います。もう簡潔に言ってしまいますと、今回廃止となるボディカラーは、ブラック、マダーレッド、ソニッククォーツ、この3種類ということになります。そして、その代わりに追加となる予定のボディカラーは、ラディアントレッドコントラストレイヤリングとホワイトノーバガラスフレーク。この2色が新たに追加設定されるようです。このね、ラディアントレッドコントラストレイヤリングっていうボディカラーは、現状ですね、RC とか LC、あと IS とかで選択可能なボディカラーとなってます。IS ではメーカーオプションで設定されている特別なカラーとなってますので、おそらくね、NX でもヒートブルー的な立ち位置となるのではないかと予想されてます。一応価格がヒートブルーとかだと16万5千円とかになってますので、おそらくね、同じような価格帯で設定されるのではないのかなと予想してます。で、ホワイトノーバガラスフレークに関しては、これまでは F スポーツのモデルでしか選択できなかったボディカラーだったんですが、今後は全てのモデルで選択できるということになりそうです。ここはね、結構嬉しい変更点になったんじゃないのかなと感じてます。バージョン L とかでもホワイトノーバ選びたいなと、そう思ってたっていう方はね、結構いらっしゃったんじゃないかなと感じてますので、この部分に関しては朗報になったのかなと思います。なんですが、別にね、わざわざソニッククォーツを犠牲にしなくても良かったんじゃないのかなと、そう思うところはあります。逆にですね、F スポーツであってもソニッククォーツを選べるみたいに、どちらのモデルであっても人気のホワイト系カラーに関しては、オーナーさんの好みでね、選べる仕様だったらなお良かったのになと、そう思うところはありますね。
特に白系とか黒系は人気もあって、小売セール色の鉄板カラーと、そうなっていただけに、今後は白黒、どちらも一色からしか選択できない、そういったことになりそうですね。皆さんは今回の NX 一部変更に関してどう感じましたか？というか、もしかして今年2025年の NX に関する改良はこれでもう終了っていうことなんですかね。どうなんですかね。でね、誰にもわかんないとは思うんですけど、もし今回の一部改良が今年の NX 年次改良に相当するとしたなら、これはね、もう超秘宝でしかないんですよね。今回の変更だけで、ちゃんとしたね、年次改良っていうか、例年通りね、何かしらの車両性のアップとか、例えばボディ剛性とかね、静粛性のさらなる向上とか、ドライバビリティ向上を目的とした、システムのさらなる見直しに関してとかはね、今年はするっていうことなんですかね。いやーね、どうなんですかね。仮に、もしそうだとしたら、もうね、ほんとレクサスさん、そりゃないよってね、言いたいところなんですよね。ただ、今回の改良はあくまでも一部改良として販売店では周知されてるみたいですので、年次改良としてね、周知されてないみたいなんですよ。なので、レクサス公式からの正式なね、記者発表的なことも、おそらくないんじゃないかと噂されてるみたいです。今回の NX 一部改良を受けて、皆さんもね、思うところいろいろあるんじゃないかなと思います。NX を購入検討してた方からすると、マジでフル液晶メーターどうなったん？アドバンストドライブの実装とかないの？とかね、レクサスセーフティーシステムプラスのね、バージョンアップとかはとかね、もう絶対フル液晶が来ると思ってね、もうステイして待ってたのに、もう待ってて損した的なね、そういった思いがね、湧いてくるでしょうし、既存のオーナーさんとかね、もしくは直近で NX が納車された方からしたら、大きな改良がなくてね、とりあえず安心したとかね、改良まで待たずに契約早めにしといてよかったとかね、逆にこれで来年以降の NX の改良の時は、絶対目玉改良来やすくなるかなとかね、そのタイミングで乗り換えようかな、そう思う方もね、一部いるのかなと思います。正直私も今回の一部改良情報に関しては、もうね、めちゃくちゃショックというかね、ちょっと残念だなって、そういう風に感じてます。過去動画でも取り上げさせてもらった NX 年次改良予想とかでは、RX にね、フル液晶メーター採用が決定してたがゆえに、次の NX 改良時期にはもう確実にね、NX にもフル液晶メーター実装されると、そういう風に思ってたんで、その予想が、大きく外れた結果と、そういった結果となってしまって、本当私としてはね、悔しい気持ちでいっぱいです。てかね、これで私の予想が全く当てにならないっていうことがね、証明されてしまいましたね。もうね、私を信用して動画をね、見てくださってる方にはね、もうほんと申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、私がね、望んでた改良で唯一採用されたのが、ホワイトノーバがバージョン L でも選べるようになるという、ボディカラーの追加だけでしたね。ただね、これで年次改良が終わったと、そう確定したわけではないので、今後どうなるかね、不透明な状況ではあるんですけど、それで、ここからは私の考察になるんですが、本当に今回の一部改良だけで今年の NX 年次改良自体を打ち止めにしてしまうとしたら、逆にね、なぜこの程度の軽微な一部改良だけに留めることとなったのか、そう判断する理由ですとか背景にどんな要因が考えられるのかとか、私としてはその理由を模索することで来年以降の NX 年次改良の規模とか、その内容が予想できるのではないだろうかと、そう感じたわけです。じゃあね、なぜ今回このようなね、軽微な変更にとどめたのか、その点を私なりに今回深掘っていきたいと思います。で、私が思うに一つ目の理由は、フル液晶メーターとかアドバンストドライブとかの目玉改良を行わなくても NX は常に売れる人気モデルだからじゃないのかってことです。NX は価格と装備内容のコスパがもうね、かなり高いモデルですし、日本で運転するのに最適なね、車両サイズ感となってます。レクサスの中でも販売絶好調な車両なだけに、そこまでね、目玉改良を施さなくても今後も売れ続けるだろう。そういったね、メーカー側の予測があるのかもしれませんね。
2つ目の理由は RX の年次改良と同時期となってしまったので、ここで NX にも目玉改良を施してしまうと、さらなるね、人気となって受注が集中してしまって、もしかすると生産ラインが確保できなくなる。そういった可能性があるかもしれない。そういった説です。NX も RX も同じね、九州の工場で生産してますので、仮に両車両の受注が増えてしまった結果、さらなる納期遅延とか、度重なる受注停止、そういったものをね、懸念したのかもしれません。3つ目の理由は、来年2026年にマイナーチェンジの計画をしてたりとか、何かしらの情報があって、じゃあもうそのタイミングに合わせて大型アップデートをしてしまった方が効率いいんじゃない的なことです。あくまでね、これはもう勝手な私の憶測なんですけど、4つ目の理由は、この間の不正認証騒ぎによるゴタゴタで、様々な新型車両の発売時期とか、年次改良とかが後ろ倒しになった、その影響で、目玉改良を導入する猶予とか、スケジューリングの調整が間に合わなかったかもしれないってことです。5つ目の理由は、RX との差別化を図るためということです。NX と RX ではそこまで装備内容に大きな差があるわけではありません。なので、1年間だけでも目玉装備を RX だけに付加することによって、意図的に差別化調整を図った可能性もあるんじゃないでしょうか。ただね、それを1年間やったぐらいでは差別化する意味があんまりないのかなとも思ってしまうんですけどね。6つ目の理由なんですが、現在 LBX の年次改良が控えてまして、受注が停止している兼ね合いもあって、今 NX の受注を止めてしまうと、販売できる人気車種がなくなってしまう。そういった理由で、とりあえず一部改良として LBX の受注再開と同時に改めてそこで NX の年次改良を行おうとしている。といった感じで、私的に色々と考察してみたんですが、皆さんはね、どう思われますでしょうか。今回の一部改良だけではなくて、正式なね、NX 年次改良は今年中に行われると思いますか？ぜひね、皆さんの見解や予想なんかもコメントにてお寄せいただけると嬉しいです。とりあえずね、先のことは本当誰にもわかりませんので、私としては年末いっぱいまでにね、NX の大型年次改良が行われるものであれば、それはそれで素直に嬉しいことですし、来年以降に持ち越しとなるにしても、それはそれでね、個人的に楽しみでもありますので、引き続き NX の動向を追っていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。